ちょっと、どういうこと？電子カルテが応答しないわ。誰のデータにもアクセスできない。患者のデータが全部消えてる。いや、消えてるんじゃない。これはロックされてる。その声を聞いた瞬間、俺の背筋に冷たいものが走った。病院の中枢が止まった。これはただのトラブルじゃない。システム全体が意図的に封じられている。まるで見えない誰かが病院の命綱を握って引きちぎろうとしているみたいに。俺はずっとこの病院内ではただの裏方だと思われるように動いていた。だけど今は本領を発揮しなきゃいけない。端末に駆け寄り手を動かす。けれど異常は想像以上だった。全セグメントの暗号化、内部ネットワークの遮断、バックアップへのアクセスも封鎖。完璧すぎる。これは偶然じゃない。仕組まれたものだ。そしてこの病院の構造を知っている誰かの仕業だ。胸がきしむ。妹の命が記録ごと消された夜。あれは終わっていなかったのか。でも今は立ち止まっていられない。目の前にあるのは救えるかもしれない命だ。俺が復旧する。絶対に。そしてこの混乱の裏に潜む真実も、俺は逃すつもりはない。俺の名前は浅田美高。地域の中核病院である桜メディカルセンターの情報システム管理課で勤務している。俺の仕事は、この病院の IT インフラを陰で支える裏方だ。上司の指示に忠実で余計なことは言わない。都合のいい存在。少なくとも、周囲はそう思っているだろう。お先に失礼します。定時になると、同僚たちは一斉に席を立ち、俺にも軽く頭を下げていく。俺も作業ウィンドウを閉じ、キーボードの上に手を置いたまま、黙ってうなずく。演技だ。すべてはカムフラージュ。彼らが帰り、職場が静寂に沈んでからが、俺の本当の仕事だ。妹のカンナが亡くなった。あの日の真相を暴く。それが、俺がこの病院に就職した唯一の理由だ。3年前、カンナは夜間救急でこの病院に運ばれ、数時間後に亡くなった。原因は、急性アナフィラキシーショック。そう説明された。だが、カンナにそんなアレルギーはなかったし、搬送された日の記録はあまりにも雑だった。電子カルテの記述は中途半端。処置記録も投薬履歴も途中で途切れている。当時、家族として情報開示を求めたが、記録が存在しないと突っぱねられた。ありえない。この病院のシステムは、ログも記録も常駐保存される仕様のはずだ。だから俺は一般社員として、ここに潜り込んだのだ。深夜0時を過ぎた病院は別世界のように静まり返る。音のない白い廊下を抜け、俺は地下のサーバールームへ向かった。金属の扉を開けると、人工冷却の空気が頬に当たる。ラックが並ぶ部屋の片隅にある操作卓に座り、ログインキーを刺す。さて、今日も行くか。ディスプレイに広がるのは病院全体のネットワーク監視画面。ここから各システムの稼働状況、接続履歴、通信の全履歴が見られる。俺は個人用に用意していたスクリプトを実行し、バックアップサーバーのシャドウコピー領域へアクセスする。通常操作では不可視のセグメント。だが俺は知っている。医療システムの隙間。開発者たちが気づかない脆弱性のありかを。3年前、4月15日、カンナが搬送された日付を指定し、アクセスログの抽出を開始する。数分の沈黙の後、一覧が表示された。23時14分。ここだ。その時刻を境にカルテシステムへのアクセスが急に途絶えている。わずか5分後、再びログが復旧するが、空白の時間が存在する。それだけではない。同時刻に複数の端末が一斉にログオフ、再ログインしている痕跡も見える。手動リセット。いや、リブートか？何のために？不審に思い、さらに深掘りする。通信ログ、サーバー応答、プロセス監視履歴。一つ一つ、粘着質なほど細かく見ていく。そして見つけた。削除履歴だ。カルテシステムの管理者権限を使って、特定の患者 ID のデータを直接削除するコマンドが走っている。消した。誰かが意図的に、カンナの記録を。コマンドの発信元は医局内の端末。時間はカンナが急変したとされる時刻と一致していた。ユーザー ID は N クスだ。だが、その ID の持ち主はすでに病院を退職している。しかも、
カンナが搬送されるよりも前に。なりすまし。ふざけんな。俺は無意識に机を叩いていた。患者の命を預かる場で誰かが証拠を削除した。それも俺の大切な妹の最後の記録を。そんなことが許されていいはずがない。脳裏に浮かぶのはカンナの笑顔だ。バカみたいに明るくて人懐っこくて誰からも愛されていた俺の妹。絶対に暴いてやる。震える指でデータを複製し暗号化ストレージへ保存する。夜の静けさの中でサーバーのファンの音が一層大きく響く。俺は端末をログアウトし椅子から立ち上がった。ふらつく足を無理に前に出してサーバールームを後にした。数日後、俺はメンテナンスのため会議室隣のネットワーク配線室にいた。作業をしていると扉を一枚隔てた向こうから犬飼空音さんの声が聞こえてきた。彼女は理事長の娘で、今は理事長代行を務めている。現場の皆さんと対話を重ねた上で、最も効率的で安全な医療情報の一元管理を実現するには、新しい統合システムへの移行が必要だと考えています。空音さんの声は柔らかく、それでいて芯があった。自信と責任が言葉に宿っていた。だが、すぐに別の声が飛ぶ。事務長の荒木さんだ。理想論だな、理事長代行。あなたの提示されたシステムは、初期導入費用だけで3000万円を超えている。さらに、現場のスタッフには再教育が必要だ。短期間での移行は正直言って無謀です。続けて、年配の医師と思われる男の声が重なる。現場の声を聞いているとおっしゃいましたが、それにしては我々の業務負担がまるで考慮されていない。入力項目が増える一方で、診療時間は短くなり、患者との対話も減るでしょう。現実を見ていただきたい。看護師の代表者とおぼしき女性も言う。急変時、端末の操作がワンステップでも増えれば、その数秒が命取りになることもあるんです。私たちの仕事は、現場の即応性が命です。システムのために、患者を危険にさらすわけにはいきません。扉越しに聞こえるそのやりとりは、正論と正論のぶつかり合いだった。どちらが間違っているとも言えない。少しの間を置いて、空音さんの声が再び響く。俺は配線のケーブルに手を添えながら耳を澄ませる。皆さんが直面している苦労も、戸惑いも分かっているつもりです。それでも私はこの病院を変えたい。過去に ICU の監視装置が故障していて対応が遅れた患者さんがいました。投薬履歴の入力ミスで重篤化したケースもありました。これは情報がバラバラになっているせいなんです。無理を承知で皆さんにお願いしています。この改革は未来の患者を守るためのものなんです。どうか。空気が静まり返った。誰もすぐに反論しなかった。その空気を破ったのは荒木さんの重苦しい声だった。理事長代行、我々は現実を無視するつもりはありません。しかし、現場が動かない限り、理想だけでは病院は回らない。それだけはお伝えしておきます。わかりました。ではもう一度、現場の皆さんの意見を集約し、それをもとに改定案を作ります。時間はかかっても、納得していただける形で進めます。私の独断ではありません。皆さんと共にやります。そう言い切った空音さんの声には、かすかに震えが残っていたけれど、確かに力があった。会議が終わり、関係者たちの足音が遠ざかる。俺は配線室の扉を静かに開け、廊下に出た。ちょうど空音さんが廊下で一人で立ち止まっているのが見えた。壁に手をつき、目を閉じて深呼吸をしている。その背中が思いのほか小さく見えた。本気なんだな、あの人。俺は誰にともなくつぶやいた。口に出してしまったことで、胸の奥のどこかが妙にざわついた。違うだろ俺は。共感なんかしてどうする。彼女がどれだけ本気でも、いや、本気だからこそ、俺は気を許しちゃいけない。カンナが亡くなったあの日のログは、誰かの手によって削除されている。その時の理事長が彼女の父親だった。理事長もログの隠滅に加担している可能性があるのだ。その娘が今、改革を語っている。心からの言葉に見えた。けど、それを信じることはできない。妹が亡くなったあの日の真相を突き止める。それが、俺の唯一の目的だ。彼女が本気かどうかなんて、俺にとっては関係ない。空音さんが深く息を吐いて、ゆっくりと顔を上げた。俺は足音を忍ばせて、その場を離れた。それが、俺にできる唯一の選択だった。
それから数週間後、出社してすぐに内戦がけたたましくなった。隣の席のスタッフが電話を取ると、短くうなずいて俺を振り返った。浅田さん、至急お願いします。理事長代行室の端末で新しい医療システムが起動しないそうです。その言葉に、俺は無意識に背筋を伸ばしていた。統合医療情報システムの導入をめぐって、空音さんは病院内で孤立しかけていた。それでも、彼女は、まずは私自身が使う。と言って、理事長代行室の端末に試験的に新システムを導入した。そんな最中のトラブル。背中に冷たい汗が流れるのを感じながら、俺は立ち上がった。理事長代行室のドアをノックすると、すぐに、どうぞと答える声が返ってきた。入室すると、空音さんは机の前で、やや険しい顔をしてモニターを見つめていた。その肩越しに、真新しい UI がかすかに揺れている。ログイン画面すら出ていない。おはようございます。浅田です。端末拝見しても。お願いします。朝からこうで、ちょっと焦ってます。空音さんは軽く眉を潜めながら席を立ち、俺にスペースを空けてくれた。電源は入るけど、アプリケーションが起動しなくて、試験運用とはいえ、今日この後、医師会との打ち合わせでも使う予定で。なるほど。急を要する案件だ。俺は椅子に腰を下ろし、キーボードに手を置く。新システムの起動スクリプトは、設定ファイルと依存モジュールの整合性に厳密だったはずだ。端末の再起動ログ、環境変数、そしてアプリケーションのシステムイベントを順に確認していく。違和感があった。昨日まで正常に動いていたはずの起動フローがどこかで途切れている。俺はコマンドプロンプトを立ち上げ、バックグラウンドで走るプロセスを確認した。見覚えのないバージョン番号の DLL がメインモジュールと競合している。これ、バージョン衝突ですね。コンフィグに意図しない参照が入ってます。誰かが古い開発用のライブラリをシステムパスに戻したか、あるいは、口に出したところで、空音さんの目が不安げに揺れた。言い過ぎだと直感した。いえ、多分、アップデートの途中で古いキャッシュが残ったんでしょう。すぐ直します。そう言って、俺は手早く不要なモジュールを削除し、パスを最新のビルドに書き換えた。レジストリも再設定し、システムを再起動。モニターが一度ブラックアウトし、数秒後、見慣れた統合システムのログイン画面が立ち上がった。これで動くはずです。本当に？空音さんが俺の隣に身を寄せる。試しにログイン情報を入力してもらうと、すぐにダッシュボードが開いた。よかった。彼女はふーっと息を吐いて、背中を椅子にもたれかけた。俺は念のため、システムの稼働状況をグラフ表示に切り替え、リソースの過負荷がないか確認する。原因は、競合する旧バージョンのファイルでした。多分、旧環境から一部が誤って引き継がれたんでしょう。テスト導入段階では、こういうトラブルは避けられません。でも私じゃわからなかった。あなたがいて助かりました。空音さんの声は、安堵と少しの悔しさが混じっていた。システムの中身は難しいかもしれませんが、使い続ければ慣れてきますよ。今、現場が反発しているのも、慣れていないからです。慣れれば、きっと便利さがわかります。言いながら、自分でも驚いた。俺が彼女の方針を、こうも擁護するような言葉を選んでいることに。空音さんは小さく笑った。ありがとう。こうして感謝の言葉を言える相手がいるの、久しぶりかもしれない。ぽつりと、こぼれるように彼女は言った。俺は一瞬、何のことかわからず、彼女の横顔を見つめた。空音さんは視線を外し、ゆっくりと腕を組む。瞳の奥に何かを押し隠すような色があった。ここ最近、いろんなことが起きてるの。些細な事務ミスに見えるように偽装されたスケジュールの混乱。知らないうちにキャンセルされた業者との面会、新システムの資料が一夜にして共有フォルダから消えていたり。それって、全部偶然に見せかけてある。だから誰にもはっきり訴えられない。でも現場の誰かが私の動きを止めようとしてる。言葉が凍った空気の中を這うように落ちていく。孤立してるのはわかってる。父のやり方が残した影も全部引き受ける覚悟でこのポストを引き受けたけど。そこで言葉を切り、空音さんは苦笑した。覚悟って便利な言葉よね。自分に言い聞かせてるだけで、実際は怖くて仕方がないのに。俺は何も言えなかった。代わりに立ち上がって窓のブラインドを少し開けた。朝の光が
淡く室内に差し込む。理事長代行になってから夜眠れなくなった。些細なメール一つ、紙一枚の表現一つで誰かの機嫌が変わる。病院全体が揺れる。そんなのばかりで。空音さんの声がかすかに震えていた。誰にも言ってないんです、こんなこと。でもどうしてでしょうね。浅田さんなら聞いてくれると思ったんです。言葉が喉まで出かかって止まった。聞いている俺の方こそ動揺していた。俺はあくまであの日の真相を探るためにここにいる。空音さんの味方になるためじゃない。そう言い聞かせてきたはずだった。でも今、目の前で本音を吐き出す彼女に何も返さずにいることがどうしてもできなかった。空音さん、敵が多いのはあなたが動こうとしてる証拠です。でも味方もいます。少なくともここに一人は。俺の声は自分でも驚くほどまっすぐだった。彼女は驚いたように俺を見る。俺は視線をそらさず続けた。信じられる人間が必要なら、俺を使ってください。俺はシステムのことなら誰より詳しいという自負があります。利用できるなら利用してください。理事長代行だからって全部一人で抱えないでください。空音さんはしばらく沈黙した。それからふっと息を吸って少しだけ涙ぐみそうな目で笑った。ありがとう。本当にありがとう。俺は黙ってうなずいた。俺にはやらなければならないことがある。妹が亡くなったあの日の真相を暴くまでは誰の言葉にも完全に心を預けるわけにはいかない。だけど、今この瞬間だけは彼女の孤独をほんの少しでも軽くしてあげられるのならそれでいい。数日後、俺は会議室の片隅でノート PC に向かっていた。新システムの稼働状況は一見安定していたが、内部にはまだ不審なプロセスがいくつか残っていた。俺はそれらを一つずつ潰しながらログの微細な異常も検出していた。浅田さん、それ今朝のトラブルの根本ですよね。もう見つけたんですか？背後から空音さんの声がした。彼女はいつもより少し落ち着いた表情で立っていた。ええ、通信バッファが過剰に解放されてて、データが詰まってたんです。監査ログが無理やり止められてましたけど、バックアップの隠しログから逆追いできました。そんなこと、他の誰も気づけなかったのに。彼女がぽつりとつぶやく。正直、そこまで難しい処理ではなかった。けれど、現場の人間は疲弊している。精神的な余裕もなく、ただ日常業務に追われるばかりだ。システムにまで気を配る余裕がないのは当然だ。俺がキーボードから手を離すと、空音さんがそっと近くの椅子に腰を下ろした。私、あなたに出会ってから少しずつ息がしやすくなってきた気がします。意外な言葉に俺は少しだけ眉を上げた。俺はただ仕事をしてるだけです。あなたの言うその仕事が誰よりも誠実で確実だってことよ。浅田さんわかってる？そう言って微笑む彼女の顔には疲れの中にもどこか柔らかい安心感があった。私は浅田さんの手を借りたい。あなたの誠実さと冷静さがこの病院にとって必要だって心から思ってるから。俺は思わず目を伏せた。誠実ではない部分を俺は誰よりも抱えている。けれど彼女の目を見ているとその期待に応えなければならないような気がした。空音さんがこの病院を変えようとしてるのは本気だと思ってます。だからこそ俺ができることはやるつもりです。ありがとう。空音さんのその一言はどこまでも静かでまっすぐだった。こんなに真正面から感謝されるのは久しぶりだった。それを悪くない感覚だと思ってしまった自分に少しだけ驚いた。夕方の事務棟は日中の喧騒が嘘のように静まり返っていた。壁の時計が午後6時を少し回っている。俺は勤務終了の打刻を終えノート PC を閉じようとした。その時、背後から静かな足音が近づいてきた。浅田くん、少しいいかね。その声で振り返ると、事務長の荒木さんがいた。穏やかな微笑を浮かべ、黒縁のメガネの奥からこちらを覗き込んでいる。もちろん、何かご用ですか？俺が応じると、荒木さんは軽くうなずいて、すぐ隣の応接スペースへと誘導した。いつもの落ち着いた物腰だったが、なぜか背中に薄い緊張が走る。最近、君の名前をあちこちで耳にするよ。理事長代行、空音さんからの信任が厚いらしいね。それほどのことは、システム関連の仕事が増えただけです。俺が控えめに返すと、
荒木さんはふっと笑った。そう、謙虚だな。だがね、病院というのは正しさだけでは動かない。わかるかね？荒木さんはそう言いながらテーブルの上で指を組んだ。正しさだけでは、というのは、空音さんの改革のことですか？俺が探るように問い返すと、荒木さんはわざとらしく目を伏せ、ため息をついた。彼女は若くして重責を担っている。志が高いのはいい。だがね、理想ばかりを振りかざされると、現場が疲弊するんだよ。スタッフも医師たちもみんな限界だ。その小姉は、まるで共感を求めるかのように柔らかかった。なるほど。確かに現場の混乱は私も実感しています。あえて肯定すると、荒木さんはゆっくりと身を乗り出した。そうだろう。理事長代行のそばにいると、いずれ君も巻き込まれることになる。そうなる前に、私のところに来ないか？我々は現場の現実と経営のバランスを大事にしている。やはりそういうことか。俺はその瞬間、荒木さんの笑顔の下にある別の顔を感じた。彼は遠回しに言っているが、要するに、空音さんから俺を引き離したいのだろう。空音さんを孤立させたいのだ。事務長、お気持ちはありがたいのですが、私は今のポジションで満足しています。淡々と、だがはっきりと断る。荒木さんは一瞬だけ眉をしかめた。浅田くん、考え直す時間はある。君ほどの技術を持った人材は我々にとっても貴重なんだよ。こちらにつけば報酬も待遇も今よりずっと良くなる。荒木さんは還元をちらつかせながらゆっくりと締め付けてくる。まるで穏やかに囁く蛇のようだった。けれど俺はそれに乗らなかった。ありがとうございます。でも私には私のやるべきことがありますから。そう言い切ると荒木さんの目がほんの一瞬冷たく光った。君は若いな。それは褒め言葉ではなかった。まるで見誤ったなというような定年と薄い苛立ちが混じった声だった。失礼します。まだ作業が残っているので、俺は丁寧に一礼し、その場を離れた。背中に荒木さんの冷たい視線が刺さっているような気がした。だが、振り返らなかった。アラームが鳴ったのは、いつもなら静寂に包まれている夜の病棟だった。緊急オペです。若い看護師の叫び声が廊下に響いた。俺はちょうど夜間のシステム点検のために手術棟フロアを通っていた。ピリッとした空気が肌に刺さる。どの患者だ？外来から運ばれてきた外傷患者です。事故、内出血あり、搬送中に意識消失。血圧は70代で維持してますが、下降傾向。肝臓か腎臓か、とにかく内出血がひどいです。麻酔スタンバイ、2番室開けて。すれ違いざまに交わされる短く鋭い言葉がいかに状況が切迫しているかを物語っていた。駆け寄ってくるストレッチャーの上でまだ10代にも見える青年が浅く呼吸していた。血に染まったシャツが張り付き、意識は朦朧としている。オートドアの先、手術準備室がバタバタと音を立てて開閉し、白衣姿の医師たちが次々に現れる。誰もが顔をこわばらせ、動きに一切の無駄がない。だがその緊張が逆に状況の深刻さを際立たせていた。オペ室ロック解除。全システム起動中。ドアが開くと同時に患者は吸い込まれるように中へと入っていった。俺は自分にできる範囲で裏からのサポートを即座に開始する。監視端末で室温、照明、術中録画の状態を確認。機器連携がずれていた1台はリモートで即時同期に切り替えた。よし、問題なし。俺は息を整えながら手術室の外壁モニターに目をやった。そこにはいつも通りの白い壁があるだけなのに、何か重いものが俺の胸にのしかかっていた。廊下の空気は張り詰め、誰一人として無駄口を叩く者はいない。この場所には、ただ命と向き合う人間たちの真剣な眼差しだけがあった。しかし、俺の端末に異常アラームが走ったのはその数分後だった。アラームが鳴ったかと思えば、緊急オペ中のオペ室モニターが突然ブラックアウトする。なんだ、これ。画面が真っ赤に染まり、警告ウィンドウが次々に開く。文字化けとともに、見慣れないドクロマークが表示された。ウイルス警告かと思ったが、すぐに違うと思い直す。これは、完全なサイバー攻撃だ。ちょっとどういうこと？電子カルテが応答しないわ。誰のデータにもアクセスできない。患者データが全部消えてる。いや、消えてるんじゃない。これはロックされてる。ナースステーションの端末から悲鳴のような声が上がる。
俺は一気に血の気が引いた。電子カルテだけじゃない。入退院記録、投薬履歴、手術スケジュール、麻酔記録、病院の神経系そのものが丸ごと人質に取られた。誰かシステム部の人間を。俺だ、もう動いてる。叫びながら俺は配線室に駆け戻り端末を叩いた。だが全セグメントが暗号化済み。バックアップにアクセスしようとしてもすでに侵入されていてブロックされている。早すぎる。これは内部構造を把握してた奴の仕業だ。だが犯人を追う余裕なんか今はない。最優先は復旧。それができないなら被害の封じ込めだ。セグメント D を隔離。管理ネットワークを遮断。バックアップサーバー、無事でいてくれ。ただ祈るような気持ちでコマンドを打ち込み続ける俺の耳に遠くから激しい怒号が飛び込んできた。手術を中止。ふざけるな。患者は待てないんだぞ。しかし、カルテも画像も全部ロックされてるんです。ドクター、薬のアレルギー歴もわからない。下手に動けば取り返しがつきません。俺は歯を食いしばった。拳を握る手が震えている。最悪だ。救える命が目の前で取りこぼされる。たった一つのウイルスコードのせいで。俺が復旧する。絶対に。震える声でつぶやきながら画面に向かってもう一度コマンドを叩く。ローカルに残っているキャッシュ、ログファイル。裏で走らせていたスニファーの記録。かすかな手がかりを懸命に拾い上げる。この1分1秒が患者の命につながっている。その時、背後のドアがバンと勢いよく開いた。警察のサイバー対策班です。状況は？黒いジャケットの警官たちが一斉に部屋に流れ込んでくる。続いて、外部のセキュリティ業者のエンジニアも数名入ってきた。誰もが険しい顔で俺の操作画面を覗き込んだ。これは、内部ネットワークの構造を熟知してる奴の仕業だな。感染速度が速すぎる。原因を突き止めるには、まずサーバーを全停止して。そんなことしたら、患者は全員人質のままだぞ。外部の専門家たちが次々に提案を出すが、そのどれもが現実的じゃなかった。俺はその場で言葉を遮った。時間なんてないんですよ。機器を停止してから復旧したところで、この暗号化アルゴリズムは解析に数日かかります。今やるべきことは、裏口から侵入して、犯人の鍵を直接奪うことです。思わず口調が強くなる。警官たちが驚いたように俺を見た。そんなこと無理だろ。侵入経路も鍵も完全に。できます。俺は短くそう言い、キーボードのエンターキーを叩いた。ブラウザの隅に隠してあったコマンドラインが立ち上がる。そこに、犯罪捜査でも使わないような攻撃的なスクリプトが走り始めた。病院のネットワークは、俺がこの2年間、隅々まで把握してきた。犯人がどの経路から侵入し、どのポートを通じて通信しているかも、ログから逆算できる。ピュッという短いブザー音が鳴った。画面に怪物の巣窟のようなデータの海が現れた。ランサムウェアの指示サーバーへの接続ログ。攻撃者の VPN ホスト。隠しポート番号。見えた。目が血走っているのを自分で感じた。一歩間違えれば違法の世界だ。でも今はそんなことに構っていられない。誰もが黙って俺の手元を見つめていた。その時、部屋の奥のドアが音もなく開いた。浅田さん。振り向くと、そこにいたのは空音さんだった。彼女は眉間にシワを寄せており、目は真っ赤だ。走ってきたのだろう。少し肩で息をしていた。空音さん、どうしてここに？システム課に連絡がつかなくて、看護部長からあなただけが動いてるって聞いた。だから来たの。一瞬返す言葉を失った。だが、迷っている時間はなかった。俺は端末を指さした。見てください。これが犯人のコマンド&コントロールサーバーへの通信ログです。通信ポートは443。暗号化されてるけど、経路自体は特定できました。今から逆トンネルを張って侵入します。逆トンネル？奴らが病院のネットワークを乗っ取った方法を逆に使うんです。向こうの手口で向こうの鍵を奪います。俺の言葉に、空音さんは数秒言葉を失ったようだった。ただ、静かに俺の目を見つめていた。まるで、俺が一体何者なのかと問いかけるように。その時、後ろに立っていたサイバー対策班の一人である中年の警官が静かに口を開いた。犬飼理事長代行、少し失礼します。空音さんが振り返ると、男は敬意を込めつつも、どこか驚きを隠せない表情で俺を見た。やっぱり、君は凄腕ホワイトハッカーの浅田三鷹じゃないか。背中がヒヤリとする。
警察がそこまで把握しているとは思っていなかった。ホワイトハッカー。空音さんが眉を寄せて聞き返す。ええ、ネット犯罪捜査をしている我々の間では知らない者はいません。フリーのホワイトハッカーなのですが、いくつかのサイバー事件、例えば、数年前の医療機関データの大量流出事件や、金融系の取引データ改ざん未遂など、彼がいなければ未解決になっていた可能性が高いんです。まさか、浅田さんが。空音さんは俺を見つめたまま声を失っていた。混乱と驚愕が顔に現れていた。我々が把握している限り、彼はどの案件でも誰も傷つけずに事態を収束させています。正真正銘の倫理を持った技術者です。民間に降りたと聞いたときは驚きましたが、まさかこの病院にいるとは。なぜそれを、今まで隠してたの？空音さんがかすれるような声で俺に問う。俺は画面から目を離さず、淡々と答えた。言う必要がなかったからです。俺の仕事は、病院のシステムを守ること。そして今日は、それだけじゃ足りなかった。それだけです。言い終えると、再び暗号スプリクトが進行し、一つ、また一つとデータベースが復元されていく。モニターに映る緑の進行バー、それが希望の色に見えた。空音さんはしばらく何も言わなかった。だが、次の瞬間、彼女は俺の隣に静かに歩み寄り、深く頭を下げた。お願いします。どうか、この病院を守ってください。必要な機材、スタッフ何でも手配します。浅田さんが動きやすいように、私が全力で協力します。その声には迷いがなかった。空音さんは、俺の過去を知っても恐れなかった。疑わなかった。ただ信じてくれた。だったら、俺も答えるしかない。もちろんです。じゃあ、もう一段階仕掛けましょう。俺は短く答えた後、手元のモジュールを切り替えた。狙うのは、システム全体を人質に取っているランサムウェアの本体。コードの動きは成功で、幾重にも仕掛けがあったが、完璧な防御なんて存在しない。突破口は必ずある。俺は端末に向かい、凍るような集中の中で操作を開始した。まずやるべきは、敵の足跡をたどることだ。侵入に使われた通信の記録、ファイルが書き換えられた順序、あらかじめ巻かれていた罠の位置、それらを一つずつ拾い上げ、ウイルスの心臓までたどり着く。ところが途中で予想していたより早く異常が起きた。システムの一部が俺の操作に反応して、逆に俺の操作はブロックし始めたのだ。まるで俺の行動を読んでいたかのように。やっぱり仕込んでいたか。病院の管理者権限を持っていなければできない妨害。しかも、それはシステムの表層ではなく、もっと深い裏のレイヤーに埋め込まれている。だが、そんな妨害で止まるわけにはいかない。回避ルートに切り替える。俺は端末の中で隠しておいた緊急操作モードを起動した。通常の管理画面ではたどり着けないが、以前からテスト用に準備していた裏の通路を使ってシステムの奥深くに進む。妨害の中枢をすり抜けると、ようやく本体のコードが見えてきた。そこには病院のデータを握る鍵があり、正確な順序で解けばすべての情報を解放できる。ただし、一手でも間違えればファイルは永久に壊される。慎重に一手一手を進める。来い。解読キーを差し込んだ瞬間、端末が一度ピッと鳴いた。解錠開始の文字に続いて、複合処理進行中の文字が画面に現れる。その時、俺の背中に看護師の切羽詰まった声が飛んできた。緊急オペの患者、意識レベルがさらに低下してます。あと少しで終わります。間に合わせます。そう言ってから、俺は表示される進行バーに目を走らせた。しかし、ここでまた予期しないエラーが起きた。手術関連のファイルだけ複合に失敗していたのだ。くそ、ピンポイントで潰してきたか。データの一部が細工されていた。しかも、外から見れば普通のファイルに偽装されている。手術記録、投薬履歴、アレルギー情報、それらが一時的に消されたように見える状態にされているのだ。だが回避策はある。俺は数日前に自動保存されたバックアップの断片を探し出した。完全な形では残っていないが、必要な情報だけは抽出できる可能性がある。情報のかけらを一つずつつなぎ合わせ、画像と数値を補い、実行可能なカルテデータとして再構築した。できた。再構築データをカルテシステムに反映させると、患者データや CT 画像、アレルギー履歴などの情報が復元したことを表す緑色の確認メッセージが現れた。
オペデータ、復旧完了しました。今すぐ再開できます。病院の中を走る空気が一瞬にして変わった。あちこちで止まっていた端末の画面が再び点灯し、電子カルテの一覧が戻ってくる。カルテ確認できました。CT 画像問題ありません。投薬履歴出ました。麻酔科再確認入ります。ナースたちの顔に張り詰めた糸が緩んだような安堵が浮かんだ。よし、患者搬入。手術再開だ。医師の声に俺は安堵の息を漏らしかけたが、ぐっと飲み込む。まだ患者が助かったわけではない。俺にできるのはここまでだ。あとは医師と患者の生命力次第だ。その時、俺の手をそっと空音さんが握りしめた。大丈夫よ、浅田さん。あなたがここまでやってくれたんだもの。きっと助かるわ。彼女の優しい声に俺は黙ってうなずいた。やがて、手術室の表示ランプが赤から変わった。オペは無事に終了したという合図だった。ほっと息をついていると、手術を担当していた医師が汗だくで現れ、息を整えながら言った。手術成功だ。浅田くんありがとう。君のおかげで間に合った。医師の顔には興奮と感謝がないまぜになっていた。彼の背後には病院スタッフに支えられながらやってきた患者の家族の姿があった。母親だろう。髪は乱れ、目元は涙で濡れている。彼女は俺を見るなり駆け寄ってきた。あなたが助けてくれたと聞きました。本当にありがとうございました。俺は言葉に詰まった。俺がやったのはシステムの復旧。それだけだ。手術を成功させたのは医師たちで、命を救ったのは医療チームの力だ。それでも、泣き崩れるように頭を下げる母親に、俺はただ、黙って頭を下げ返すしかなかった。医師たちが次々と俺の背を叩いて通り過ぎていく。よくやったな、浅田。現場が立ち直れたのはお前のおかげだ。この病院を救ったのは君だ。俺は返す言葉を見つけられず、ただ、いえ、と小さく漏らすことしかできなかった。その時、空音さんがゆっくりと歩いてきた。彼女は俺の前に立ち、しばらくじっと俺を見つめた。浅田さん、ありがとう。この病院を守ってくれて。その一言は、他の誰の言葉よりも静かで重たかった。あなたは、確かに医療に直接触れてるわけじゃない。でも、あなたがいなければ、今日あの患者は命を失っていた。それは事実よ。空音さんの目には迷いがなかった。俺は目をそらした。誇らしくなんてなかった。ただ、俺は俺にできることをしただけだ。でもそれだけじゃ終われない。病院を襲ったこのサイバー攻撃。手口の精密さ。病院内部のネットワーク構造を熟知していたこと。そして狙いが混乱に向けられていた点。すべてが外部の単独犯とは思えなかった。俺は再び端末に向き直った。復旧を終えたばかりのログファイルの奥底に何かが残っているはずだ。ランサムウェアが発動する直前のたった数分間。そこに犯人の痕跡がある。システムの真相ログを遡り、アクセス履歴を洗う。通常では見えない管理者権限ログを除くと、ある ID と端末識別番号が浮かび上がった。これが指しているのはただ一人。荒木さん。声に出した瞬間、胸の奥に冷たいものが流れた。アクセスはサーバー管理室を経由せず、院内幹部用の特権端末から直接行われていた。しかも、ログには外部からの接続経路を偽装するトンネルが構築された痕跡も残っていた。俺の手が自然とマウスを動かしていた。ログのコピーを取り、暗号化して隠し、フォルダへ保存する。背後から空音さんの声がした。何か見つけたの？はい、見つけました。このサイバー攻撃を仕掛けた人物が誰なのか。空音さんがわずかに息を飲むのが分かった。俺は彼女にログ画面を表示してみせた。このアクセス ID、病院幹部専用です。そしてこの端末は、荒木さんの机のものです。まさか。念のため、警察にも立ち会ってもらいましょう。俺はサイバー対策班の警官を呼び、すぐに会議室を準備させた。数分後、病院内の小会議室に全員が集まった。理事長代行の空音さん、サイバー対策班の担当警官2人、そして俺。その中央にゆっくりと荒木さんが現れた。相変わらずネクタイはきっちりと結ばれ、冷静沈着な面持ちだ。呼び出しとはどういうことかね、理事長代行。空音さんは少しだけ視線を下に落としてからゆっくりと顔を上げた。荒木さん、今日起きたサイバー攻撃について重要な事実が判明しました。
ほう？荒木さんの目がわずかに細くなる。俺は手元のタブレットをモニターに接続し、ログと証拠を画面に投影した。この ID は、病院幹部用の特殊アクセス権です。これを使って、外部からの攻撃を偽装しながら、内部システムを乗っ取り、カルテを暗号化した痕跡が確認されました。なるほど。だが、それが私である証拠は？荒木さんは、相変わらず表情を変えずに言った。俺は、画面の一部を指さす。この端末識別番号は、あなただけが使用するマシンです。その時間に他の使用者はいない。さらに、通信履歴に偽装 VPN の構築ログが残っていました。パターンは、過去の類似事件と一致しています。荒木さんは肩をすくめるように笑った。だからといって、それが私の仕業だという証拠にはなるまい。ええ。今日の攻撃だけなら、あなたは逃げ切れたかもしれない。ですが、他にもあるんです。あなたの過去の悪事の痕跡が。俺は一歩前に出た。心臓が鼓動を強めるのを感じながら、まっすぐ荒木さんを見据えた。3年前の春、俺の妹、浅田環奈が緊急搬送され、亡くなった夜のことを覚えていますか？その名前を出した瞬間、空気がわずかに変わった。荒木さんの眉がほんのわずかに動いたのを見逃さなかった。搬送されてから容体が急変し、心肺が停止してから処置が始まるまで、12分以上の空白がありました。それは ICU では異常です。ところが、その時間帯の処置記録が、なぜかシステム上から完全に消えていました。記録が残っていないのは、機械の不具合だったと、そう言われました。けれど、本当にそうなら、ログの断片ぐらいは残っているはずなんです。でもそれすらなかった。荒木さんは何も言わない。ただ、表情も変えずにこちらを見ている。俺は一瞬だけ息を整え、言葉に力を込める。ところが、今回の復旧作業の中で、その隠された記録が復元されたんです。おそらく、ランサムウェアによって封じ込められていたデータの中に、別の隠しログが混じっていたのでしょう。表には出てこない特殊な階層の記録。そこに、妹の最後の時間が刻まれていました。室内が静まり返る。俺は言葉を続けた。そこには、妹の心拍低下アラート、蘇生指示、そして看護師同士のやりとりが明確に記録されていました。なのにその直後、記録全体に操作が加えられていました。上書きと削除。その操作を行った権限者があなただったんです、荒木さん。荒木さんの目がゆっくりと細くなった。だが、それでも口を閉ざしたまま沈黙を貫いている。あなたは、カンナが命を落としたことをなかったことにしようとした。対応が遅れた責任を病院が問われることを恐れ、記録ごと葬った。ミスを隠し、真実を消し、家族にはただ突然の急変とだけ伝えた。その時の記録が今ここにあります。誰がいつどこで何をしたか。全部揃っています。胸の奥が焼けるように熱くなった。けれど俺は声を震わせずに言い切った。空音さんが硬い声で言った。荒木さん、それは本当ですか？荒木さんはようやく唇を開いた。責任を問う者がいなければ、傷は広がらずに済む。そう思った。記録を残せば調査が入り、裁かれるのは現場の人間だ。誰かを切らなきゃならなくなる。私はそれを避けたかっただけだ。だったら、なぜ隠したままだったんですか？俺の問いに荒木さんは答えなかった。ただ静かに立っていた。その沈黙が逆に全てを肯定しているようにも思えた。俺は怒りを抑えながら続けた。あなたが守ったのは病院じゃない。自分の立場と表向きの秩序です。カンナの命はその秩序の外に追いやられたんです。その時だった。荒木さんがゆっくりと視線を上げた。表情に変化はなかったが、その目の奥にあったものは諦めでも恐れでもなく、ある種の誇りに似た色だった。確かに私は隠した。君の妹の件も、そして今回の混乱も。静かな声だった。怒鳴りもせず、言い訳もしない。ただ、事実を並べるような語り口だ。この病院は、長い間理想と現実の狭間で、形だけを整えてきた。綺麗な理念と見栄えのいい数字の裏で、無数の矛盾とほころびをごまかし続けていた。その中心にいたのが、かつての経営陣、君の父親、そして理事長代行、君だよ、犬飼空音。空音さんが息を飲んだ。君は理想を掲げてこの場に現れた。でも私は
その理想がどれほど無力かを、この20年で嫌というほど見てきた。私は、君たちが躊躇して、手を出せない部分に踏み込んできたんだ。誰も汚れ役を買いたがらないから、私がやるしかなかった。荒木さんは、わずかに声を強めた。だが、私だって限界だった。前理事長が退いた時、真に病院を機能させられるのは、私しかいないと思った。君に継がせるより、私が完全に掌握した方がいいと判断した。それが今回の攻撃の動機だよ。荒木さんの言葉に、俺の心が冷たくなった。混乱に乗じて、システムを麻痺させ、現場を信用崩壊させる。そうすれば、空音さんの改革はついえる。そして、あなたが全ての実験を手にする。そういう策略だったんですね。その通りだ。理事長代行としての権限が揺らげば、院内は私に頼らざるを得なくなる。院内統合システム、電子カルテ改革、理想論だよ。現実には、秩序の維持と恐怖による統制が必要なんだ。俺は唇を噛んだ。じゃあ、カンナの記録を完全に消そうとしたのも、記録が残っていることは知っていたからな。今回の攻撃に紛れて、二度と表に出ないよう処理を加えたんだ。今度こそ完全に消せると思った。あの件は、私の計画にとって致命的だった。何かの拍子で掘り起こされれば、過去のすべてが崩れるからな。荒木さんの声はあくまで冷静だった。俺は、俺の拳が震えているのを見つめた。それがあんたの答えか。命を数字や秩序の犠牲にしてまで守りたかったものがそれか。荒木さんは答えなかった。ただ、静かにうつむいたまま顔を上げようとしなかった。空音さんが前に出た。その目には怒りよりも深い悲しみが滲んでいた。荒木さん、あなたが今まで病院に尽くしてくれていたことは事実です。それでもこれは許されることじゃありません。どれだけ長く病院を支えてきたとしても、命を、そして真実を犠牲にしていい理由にはなりません。室内の空気が重く沈んだ。誰も言葉を発せず、ただ荒木さんの背中に視線を向けていた。わかっている。その覚悟はとっくにできていた。ようやく荒木さんが小さく口を開いた。彼は顔を上げると、警察官の方を向いた。まるで全ての終わりを受け入れるかのように、かすかなうなずきを返す。どうぞ、連れて行ってください。警察官が荒木さんに静かに近づき、手錠がかけられる音が会議室に響いた。荒木さんは抵抗せず、背筋をまっすぐに伸ばしたまま連行されていった。扉が閉まる音がして、会議室に再び静寂が訪れた。俺は深く息を吐いた。ありがとう、浅田さん。あなたがいなければ、私は何も知らないまま、信じたいものだけを信じていたと思います。空音さんが震える声で言った。俺はただ、知りたかっただけです。カンナが何を残して、どうしていなくなったのかを。空音さんは静かにうなずいた。窓の外には綺麗な青空が広がっていた。荒木さんが連行された翌日、病院の会議室には、医師、看護師、技師、事務職員といった職員たちが一堂に会していた。壇上に立つ空音さんの姿は、どこか昨日までと違って見えた。目の奥に覚悟のようなものが宿っていた。彼女は一礼してからまっすぐに職員たちを見渡した。まずはじめに、この病院で長らく感化されてきた不正、隠蔽、そして命に対する背信行為が明るみに出ました。それを止められなかったこと、私自身もその一部に無自覚のままいたことを深くお詫びします。場内に静かなざわめきが起こる。空音さんはそれを止めるように手を軽く上げた。私は今まで改革という言葉を盾にして、現場の声に向き合う努力を怠っていました。理想だけでは、この場所は守れないと痛感しました。けれど、私はここから逃げません。むしろ、これからようやく、本当の意味でこの病院を治すために歩き始めます。言葉の端々に、以前にはなかった力強さがあった。これからは、すべての運営を透明にします。情報は、職種に関係なく共有し、決定も一方的にではなく、皆さんの声を反映させた上で行います。どんな小さな疑問も曖昧にしません。私たち自身が誰にも嘘をつかない病院を作ります。その言葉に正面の列で腕を組んでいたベテラン医師が静かにうなずいた。後方にいた若い看護師もこっそり涙を拭っていた。小さな拍手がどこからともなく起こった。それはやがて広がり、会議室いっぱいに
温かい空気をもたらした。壇上で空音さんは何も言わずにその拍手を受け止めていた。だがその目はしっかりと前を見ていた。変わろうとしている。この病院も、そこに集う人々も、そしてかつて理想に溺れていた空音という一人のリーダーも。彼女の背中は昨日より少しだけ大きく見えた。すべてが終わった後、俺は病院の屋上にいた。夕方の風が頬を撫でていく。見慣れた景色だったはずなのに、今はまるで別の場所のように思えた。手すりにもたれ、遠くに沈みかけた日を眺めながら、俺は静かに目を閉じた。カンナ、ようやくお前の真実にたどり着いたよ。ずっとカンナを亡くしたあの夜に取り残されたままだった。一人で記録を追い、システムの闇を這い回って、ただ真実を見つけたいという執念だけで動いていた。でも、俺はようやく前に進める。荒木さんが裁かれたからじゃない。正面から病院の過去に向き合い、みんなが変わろうとしている空音さんの姿を、俺自身の目で確かに見たからだ。この手で救える命があるなら、迷わず、そのために動く。俺が持つホワイトハッカーの技術は、過去を暴くためだけにあるんじゃない。過去を暴くためだけにあるんじゃない。未来を守るために使っていいはずだ。俺の中に渦巻いていた復讐心は、もうない。代わりに残っているのは、冷静で静かな決意だけだった。ポケットの中のスマートフォンが小さく震えた。通知には、病院の新システム稼働に関するミーティングの案内が入っていた。まだやることは山ほどあるな。思わず独りごちた。でも不思議と苦ではなかった。むしろようやく自分の居場所を見つけた気がした。夕日が病院の白い壁を赤く染めていた。その光の下で、俺はもう一度歩き出すことを決めた。空音さんが導入した新しい医療情報システムの中枢には、俺が設計したセキュリティ層が組み込まれることになった。外部の攻撃にも内部の不正にも耐えられるよう、何重にもロックをかけ、同時に職員たちが扱いやすいよう、ユーザーインターフェースも徹底的に見直した。俺がコードを書き、設計図を引く横で、空音さんは現場の声を集め、各部署と丁寧に調整を重ねていた。そんな彼女の姿勢は、もう理想だけを追っていた頃のものではなかった。一つ一つ現実に根を下ろし、理解と信頼を育てながら、確かな一歩を踏み出していた。ここ、パラメータの設定が現場の運用とずれてるって。そう言いながら資料を手に、俺の横に立つ空音さんの指先が画面の一部を指した。ああ、それなら今日中に反映できる。午前中にはアップデートを入れるよ。彼女が微笑む。すっかり頼もしくなったわね。システム管理課のエースさん。皮肉か？いいえ、本気よ。そう言われて少しだけ頬が熱くなるのを感じた。ねえ、浅田さん。ん？これからも、あなたの力を貸してくれる？空音さんが少しだけ不安げに、でもまっすぐにそう尋ねてくる。俺はうなずいた。もちろん、君が立ち止まらない限り、俺も進み続けるよ。空音さんの目がふっと和らぎ、照れくさそうに微笑んだ。その笑顔にどれだけの重圧と孤独が隠れていたかを思うと、胸が少し痛くなる。だからこそ、今度は俺が支える番だと思った。彼女だけじゃない。この病院も、この場所で働くすべての人たちも、夕方、完成したシステムの最終試験を終えた後、空音さんと並んで屋上に出た。少し冷たい風が吹いていたけれど、不思議と心は温かかった。空音さんがぽつりとつぶやいた。病院って生き物みたいよね。どういう意味？どこかが傷つけば別の場所がかばおうとする。ちゃんと見ていれば少しずつ回復していく。まるで人の体みたいに。俺はしばらく黙って考えた後、ぽつりと答えた。だったら俺は、この病院の免疫システムでいようかな。いいわね、それ。空音さんが笑った。過去は消えない。でも未来は選べる。それを教えてくれたのは、あの日失ったものと、今日ここにある絆だった。きっとこれからも困難はあるだろう。でも、俺たちはもう、一人じゃない。だから大丈夫だ。空音さんと二人で見上げた空には、柔らかな夕焼けが広がっていた。この病院で俺が見たもの。それは、闇の中に隠された真実と、それを直視することの痛みだった。けれど、逃げずに向き合った先に、確かに希望はあった。妹が亡くなった日の真実を取り戻し、憎しみに囚われた自分を解放したとき、俺はようやく、過去を暴くことは復讐じゃない。
光にさらすことで誰かが変わることができる。俺自身もそうやって救われた。だから今は信じている。真実を追い求める勇気と、許しから始まる再生が人、そして組織を変える力になると。